パビュセナです。今日はですね、先日 VK タロットホーロマンシーが、発売されたということで、今日はですねこのタロットを使って、僕がですね大先輩方を勝手に占っていこうかなと思っております。後半にはですね実際に占い師さんにも来ていただいて僕も占ってもらおうかなと思っているので、ぜひとも見ていってください。今回セナが体験するのはタロット占い VK タロットカルトロマンシーを使い先輩アーティストを占い、また自身も占いを受けるという。しかしこのタロット占いが後にとんでもない展開を引き起こす。ということで早速呼び込みたいと思います。大先輩その1、ゆら様でございます。ゆら様、別名たけしはビジュアル系ロックバンドサイコルシェイムのダンス、ボーカル、ドラムを担当するほか、たけしはエアロビインストラクターとしても活動するなど、その他たけしは様々なスタイルで活動する VK アーティストである。はい、ということで、ゆら様よろしくお願いします。タロットを使ってですね、占えるの知ってました？占えるのは知ってるけど、はい、瀬名君が占いをできるのかどうかは知らんけど、あ、そうでしたか、存じなかったですか？僕実はですねできるんですよはい、まず最初に大前提で一つ言っとかなきゃいけないのが、本当の占い師だと思って接してください。あ、わかりました。そうしないとこんなの全く意味がないんで。じゃあ変なエンタメしない。エンタメはしてくださいですね、やっぱりこの占いっていうのは結局受け手なんですよ。はい、受け手が心を開いてないと。なるほど、はい、そういう意味でね。もう分かりました。全然結果変わってきちゃうので。分かりました。ということで早速やっていきたいと思います。はい、まずはですね、僕の、流派、ブルガリア派なんですけれども、ブルガリおぼつかない手つき、募る不安、何とも言えない緊張感が張り詰める。こうちょっと自然界のこう流れをこう取り込みたいということで、こういう最初にこのように、これは海を表してるんですけど、漂って一つに戻ってきて、からので結局またシャッフルする。はい、そうですね。そしてここから僕のモンゴル流では謎に流派が混在し、ツッコミどころは多いが、それっぽい雰囲気で占いは進んでいく。でも確かにありそう、こういう。そうですよ。とその時、そしていきます。聞いていい？何を占ってくれているの今おい、そこの占い坊や、お前は一体何を占ってやがる。何を占うかでカードの意味は変わってくるはずだ。例えるなら、俺たちは目的地をなくした渡り鳥。時間の浪費に付き合うのはごめんだ。そう怒りを隠しきれない皆様の表情が現場に緊張をもたらす。しかしこの後、たけしの怒りを煽るかのように占いはさらなる展開に。これまだ何がいいですか？ちょっと待って、今から言ってます。今からで、はい、いきます。一番最初に言うんじゃないの？それを聞く。そういう流派もあります我がブルガリア流では。逆に言った方がいいんですか？はい、言った方がいい。はい、じゃあベタですけれども、仕事運でお願いします。どうにも怪しい言動の数々。たけしはひとまず仕事運を占ってもらうことに。じゃあこちら引いてもらっていいですかね。1枚、上を見せていいですね。はい、ドン。お分かりいただけただろうか。本来は映るはずのない不思議なポーズのカードが映っているのをもう一度ご覧いただこう。なんだか不思議なポーズをしているカードが出ましたねポーズ関係あるんですか？はい、こちらはですね、僕から見てこれは、正位置になるんですね。どういうこと？正位置ですね。正位置。はい、正位置と逆位置というものがございまして、この意味を履き違えると、全く別のものになります。と次の瞬間、ですね、我が教会ではですね、はい、ちょっと読ませていただきます。はい、ちょっと読ませていただきます。はい、ちょっ
セナよ、お前が信じるものはその紙切れか。俺はボーカルでドラムでダンスでビジネスで欲しいものは全てこの手で掴んできた。いわば勝ち組だが、今のお前はどうだ。自分自身を信じれない奴の言葉は響きやしない。たけしの疑いの目、厳しい眼光がセナを貫く。しかしこの後とんでもない展開が。説明書用の占い師さんいる。バンドね、仕事ね。仕事。これ言っていいですか。はとてもですね、優しい方なんだなと。い。お優しく寛大、お。そして協調性があるよね。あろうことか次々にユラ様の人間性を当てていく。思いやりがあって。ああ、もう当たってる。俺分かった。本物や。そうっすよね。そしてさらに当たってる。そうですね。もしかしてドラマーですか。あ、正解。そうですよね。まず当てられることないもん。ドラマ、そうですよね。だからやっぱり次々とセナの占いが仕事運の革新に迫っていく。感じで、時に規律を結構重んじてらっしゃるのかな。なるほどなるほ遅刻もしない。してましたもんね、この間ね。はい。で、慈悲深く。ど。優しいですよね、一言で言うと。そうですね、優しい。優しいんですけれども。何やら言いにくそうな雰囲気。ついに衝撃の占い結果へのカウントダウンが始まる。書いてある通り。いや、これもう全てなんですよ。世の断りが全て記されてるんですよ、ここ。ちょっと待って。いきます。違う。いや、ちょっとこれだけ言わせてください。ついに現場が凍りつく衝撃の占い結果が。エアロビってどうなの。いや、いいじゃないですか。エアロビってドラマ書いてないで。ドラマからのエアロビってどうなの。いや、いいじゃないですか。体を動かして健康のためにも。それはドラムに役立つ、それとまた別物として捉えてらっしゃる。ああ、でも逆に言うとドラムやってからのエアロビはすごい生きてると思います。答えをはぐらかすたけしにまるで獲物を狙う狼のように距離を詰めるセナ。なあたけしさん、僕はあなたのことをリスペクトしていますよ。だからこそ今はっきりさせましょうよ。エアロビってどうなんですか。地球最後の日があるとしたらその瞬間もエアロビするつもりですか。現場に飛び交う曲解、極論、罵詈雑言の数々。この後ついに究極の占い結果が下される。あともう一つあります、すごいでかく、今思えばでかく書いてありました。ドラムかエアロビどちらか選んでください。ああ、なるほどなるほど。こんなとこで言ったら問題になるじゃない。自分の動画でも散々言ってるけど、ドラムほどそんなもんはないって。じゃあエアロビかドラムを選んでください。どういう選び方をするかによるね。リアルな話で言うと、仕事として選ぶのか、自分の一人生としてどっちの方がいいか。おい小僧、俺はこの世の全てを手に入れてきた。それを今さら選べだと。自信に満ち溢れ邪悪な笑みを浮かべるユラ様に現場は戸惑いを隠しきれない。そしてついに最後の占い結果が発表される。でもこうも書いてあります。これからも優しいユラ様にいてください。それはもう一生変わらないです。お後でよろしい。はい、ということでね、はい、こんな感じでした。この感じで日崎さんを占おうとしてる。はい。はい、ということで日崎さんに登場していただきました。よろしくお願いします。はい、先生お願いします。はい、任せてくださいよ。も日崎、ビジュアル系メタルバンドベルサイユジュピターのギタリスト。楽曲提供やアレンジ、その他ギタリストとしての枠組みを超えた様々なスタイルで活躍している姫。ということで気の流れをね、はい、気の流れをちょっとアースを感じたいと思います。何占ってくれるんですか。どうします。何がいいですか。じゃあ一緒で仕事を。本当ですか。タロットっていうのは総合的に何でもいけるんですよ。何が得意とか得意とか。その時メタルとかそういうことですか。なんでやねん。その磨き上げられた一言の怒号により
静まり返るスタジオ内。なあセナよ、占いというのは未来を見ること。だとすればこの未来が見えないはずがなかっただろう。ツッコミの安売りをさせるな。木崎の怒りを抑え込み震える拳。しかしこれは単なる序章に過ぎなかった。恋愛とか。ああ、もう全部いけますよ僕。じゃあ一緒。あ、じゃあしようかな。 OK です仕事を任せてください。仕事ではい、これ僕の流派ではこう7枚出していく。ブルガリア。引いて僕に見せてもらっていいですか？一番上。はい、そうですね。この引き当てるカードが後の展開を大きく変えていく。はい、ということでね、マジシャン、これあれですね、まあこちら正式な協定になっております。魔術師ですいやね。もう一回言ってね。魔術師です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 ね。もう一回言ってみて。魔術師ですマジでね。意図した音を明確に美しく発音するのが甘美なる音楽家。一切の意味もなく冷酷に先輩ミュージシャンとして言い放つ木崎。それに対していくら美しい花があっても映すレンズを間違えていれば綺麗に映らない。つまりそういうことですよ木崎さん。完全なる発言を言い張るセナ。言った言わぬ両者プライドをかけ一歩も引かぬ押し問答。その様子はそうまさに水と油。スタジオ内の空気は地獄と化す。そしてさらにこの後引き当てたカードから驚愕の占い結果が待ち受ける。もう一回言ってみて。魔術師ですね。魔術師ですね。魔術師の正位置なので、これはですね、開花ですね。開花します。なんかありますか？もしかしてなんかここから控えているこの構想みたいな新しいものがあったりとかするんじゃないですか？まあ常に。そうですよね。はい。今年は面白いいろいろやりますよ。そしてですね、キーワードとして出てくるのが無邪気、天真爛漫。はい。あと一つ、めっちゃ読み上げるな。天才。おお、そんなん書いてるの？いや本当ですよ。これそしてついに衝撃の占い結果へのカウントダウンが始まる。このまま言ってほしいんですけれども、あとここに書いてあるのが、注意点としてこのまま、無邪気なまま言ってほしいんですけれども、ついに現場が凍りつく衝撃の占い結果が。もしその発想力にこう自由さがなくなってきたりとか、何かにとらわれた暁には、家宅捜索が入ります。家宅捜索が入ると、やばい、書いてあるんですよ。家宅捜索が入ってしまいます。悪いことをしてないですよ。はい、家宅捜索の可能性を秘めています。曲ができへんかったら。家宅捜索します。以上です。先生ありがとうございました。はい、ということで、リアルタロット占い師をお呼びいたしました小牧美久さんです。小牧美久、年間約1500人以上を占い、タロットをはじめさまざまなアプローチで占いを行う運勢鑑定士。よろしくお願いしま開す。始早々セナが切り込む。このタロット占いを見ていただいたと思うんですけど、はい、どうでした？僕の、流派、ブルガリア派なんですけれど、タロットっていうのは総合的に何でもいけるんですよ。ちょっと自然界のこう流れを、はい、ちょっと読ませていただきます。すごく良かったです。あ、本当ですか？何それ。ありがとうございます。ブルガリアが最高でした。ありがとうございます。セナの記念すべき占い書生を褒めたたえる小牧美久。しかしその背後には占いに対する築き上げたプライドがちらつく。小僧、たった1回の実践経験で何がわかる。メガネの奥で瞳が語る。そしてこの後和やかなムードが一気に静まり返る驚愕の占い現場が展開される。先生、ちょっと質問があるんですけど、はい、タロットカードってなんかもうちょっと枚数が多いものがあるっていうふうに聞いたんですけれども、22枚のこのコロマンスイでも、占えるものなんですよね。そもそも十分占います。そうなんですね。はい、もともとは大アルカナっていう22枚のカードでやるのが、主流だったんですけれども、小アルカナっていう56枚を加えるともっと細かく見えるっていうところで小アルカナ大アルカナなんですけど、もう十分ですこれで。そして早速セナは
自身のバンドについて占ってもらうことに。今僕ジルカというバンドをやっていまして、未来というか、はいわかりました、はいバンドの未来ですね。はいじゃあ、ブルガリアン方式で、いいですか？言ってもらってもいいですか？いいですか？言ってもらってもいいですか？ちょっとこの辺に気がちょっと集まってるな、そうですね集まってますよね、やっぱ、見えますそうですよね、いいな、今行こ自分一人でやるときには自分の方にカードを向けないで、外側に向けてう。あとこのカードを保存しとくのも大事なんですよね。そうですねちゃんと本当はデスクのそうですとかちゃんとね大切なところにやっぱそういうそうなんですありますよね、そういうカルチャーが。本当は絹の、布で包そうんで、ですよね。枕元に一緒に置いて寝てあげるっていうのが良かったりしますはい、じゃあできましたか？これを3つの山に分けてくださいはい、でこれを1つにしてくださいはいじゃあこちらを使わせていただきます、じゃあ、バンドの未来を見ていきます、じゃあこれも3枚引きです、最後の1枚ここに置きますそうですね今回の占いにあたり引き当てたカードがこちら。この3枚が示す意味とは。そして伏せられた1枚がこの後バンドの未来に対する占いの結果に大きく影響することになる。これ緊張しますね、なんか。すごく前は大変だったんじゃないですか？早速占いの結果を今も突きつける。どうしていいか迷ってるところないです？迷ってるところはないですね。ないです、はい。なんかこれって決めてガーってこう行くをしたいんだけど、いろいろ考えたりとか、そういうのしてるんじゃないかなと、考えるのは確かにいつもですね。なんかそれが考えなくてもいいのにっていうところ、そのまま行きたいところに行けばいいのにっていう感じが、でも今って行こうと思ってるのに行けないっていうことですよね、コロナ禍ってバンド的に制限みたいなのがあるっていうのは、なるほどなるほど、何かしらの理由で自分の心に素直になれていないのではという占い結果に、コロナ禍の制限により思った活動はできていないと答えるセナ。そしてこの後まさしく運命を決定づけるカードが新たに引き当てられる。ありますね。なるほ新たに引いたカードがこちら。どね。だけどこれ運命のカードなんですけど、運命が回っていくので、回るから心配しなくていいので、とりあえず動いて手探りでもいいから。これって今の状況も、含まれてます。そうです。だとしたらそうですね、制限みたいなのが徐々にこう緩和されてきて、ちょうどそういうタイミングなんで、運命を動かすのは自分だから、動かしていいと思います。で、鳳凰のカードが出てますので、随分安定してくると思う。鳳凰様っていうのは民衆に訴えかけるカードなんで、こうやってやってますもんね。そうです。やってます。そうです。みんなの前で歌うようにもうどんどんしていくと思う。もうなりますと。で、鳳凰様っていうのは下の2人に伝えてるカードなんですね。なので伝える、広める、聖地でそれがやった方がいいです。動くに動けなかった現状、縛られた運命。だがそんな運命も回りゆく。なあ、あの頃はみんな捨て猫のように震えていたじゃないか。だがこれからはお前のバイクで走り出せ。行く先もわからぬまま。そう占い結果を突きつける小牧美久。続けて引き当てたカードは鳳凰。お前自身が伝えていけ、広めていけ。口調は荒く、目つきは険しい。だがこれまでの大人とは違う心の通う言葉がスタジオの空気を変えていく。そしてこの後ついに伏せられたカードが解禁される。総合的にはデスカードだ。デスカードがここの逆に出てたんで、執着とかこだわるっていうカードなので、これは逆に執着せずにこだわらずに行くだけ行ってほしい。細かいことは気にするな的なニュアンスですかね。
どうしようってなっちゃわないで、どうにかなるって思って言ってほしいです。ディスカードって悪い意味じゃなくて、はい生と死のフラットな部分になるので、正しい位置で出たらまた新しくやり直せばいい。で逆に出たらこだわったりとかしないでそのままいく、そうやって切り返ししてほしいです。インスピレーションが大事なんで、インスピレーション来たらそれそのまま信じればいいよ。インスピレーションある人なんです。お誕生日がちょっと見させてもらった時にインスピレーションがある方なんで、自分の勘を信じないところもあるよ。ああ、なるほど。勘がこう降りてくるのに嫌って、そういうのもあるからそれもったいないなと思う。はい、じゃあもうちょっとこうインスピレーションに素直になるというか、そう、仕事の面に関してはインスピレーション大事にしてください。で芸能界向きの方なんで、華やかな世界があってるので、ぜひもうやってほしいです。ありがとうございます。いやなんかもうじゃあいい感じでした。全然もう本当にためらわずはい、行ってください。突き進みたいと思います。というわけで、2023年の僕、そしてジル君ご期待ということでありがとうございました。ありがとうございました。それではまたネクストビジョンで会いましょう。はいまたね。